にしてようよ。だってコロちゃん、何度考えてもよくわからないんだもん。なんで小姓さんが公方様なの？じゃあミスの中にいらっしゃったのはどちら様？なんで公方様はそれが分かったの？私たち一体どうなっちゃうの？お頭はのんびりしすぎですよ。いいよ、落ち着いてください。健介様の言う通り、あれこれ推測してみても何も始まりません。今はただ待つことです。そうそう。だけど私、一つだけエリカさんにお尋ねしたいことがあるんです。私にですか？はい、前から気になっていたんですけど、エリカさんってすごく公方様にこだわってらっしゃいますよね。あ、それは私も気になってました。公方様の強さとか弱さとか、そういうことを気にするのってなんだかエリカさんらしくないなって思っちゃうんですけど。わかりました。まずは将軍にお話をしようと思っていたのですが、あなた方にもお伝えした方が良いのかもしれません。私はとある役目のためにこの日の本に来たのです。私はポルトゥースカレから派遣された天守教の司祭というのは表向きの役目で、本当の使命は日の本に潜むとある人物を暗殺することなのです。暗殺？穏やかではありませんね。その人物の名はわかりません。はい、司祭様より命じられた任務は、この極東の国で異形の悪魔を操る人物を暗殺せよというものです。任務を受け、私は日の本の武人たちを従える将軍に協力を要請しようとしたのですが、公方様の困窮っぷりに呆然としたってことですか？ええ。悪魔とは異形の形をした化け物のことです。旅力強く、敏捷性、体力、どれもこれも普通の人では太刀打ちできないほどの力を持っている。対象の人物はその異形のものを増やして、この国を悪魔の楽園にしようとしている。司祭様からはそう伺っております。はい。一つ質問があります。その悪魔とやらは人を襲いますか？はい。悪魔たちは人肉を食らいます。それに女性を襲って悪魔の子をはらませるのです。うわ、最低最悪だよそれ。おぞましい生き物です。しかも悪魔たちの生命力は凄まじく、人間は決して打ち勝つことはできないでしょう。生命力が強いというのは、要はついても切られてもなかなか死なない化け物という認識で良いのでしょうか？その通りです。なるほど。ではもう一つ質問を。その悪魔とやらの姿形はどのようなものなのです？見るだけでそうけ立つほどにおぞましい形をしています。口からは牙が生え、驚異的な身体能力を備えています。人肉や血を好み、夜な夜な町に現れては人を食らう。そして悪魔に殺された者は呪法を施せば同じような悪魔として復活する。神の力を行使できる司祭や司教ならいざ知らず、普通の人では悪魔に抵抗することもできず殺されてしまうでしょう。
そして殺されてしまったものを悪魔として復活させるということですか。日の本の人たち全員をその悪魔に変えるってことなのかな。健介様も同じようですね。ですね。一つしかありませんよね。どういうことでしょう。美月様や麦穂様なんてもう何匹も成敗してますし、強敵だけど無敵ってほどじゃないですよね。ずる賢くて強いけど、あいつらってなんていうかバカだし。だよね。さすがに私ぐらいじゃ1対1で戦って勝てるってことはないけど、渦中でもバンバン鬼退治している人たちもいるし、かなわない相手ではないと思いますよ。なんと。そういえばお頭も何度か戦ってますよね。どうして生きているのですか？主よ、この国を祝福してくださり感謝いたします。ちょっとエーリカさん、はしたないですよ。っていうかお頭から離れてください。そうですよエーリカさん、お頭を抱きしめるなんてずるいです。まんざらでもない健介様の顔に思わずふつふつと殺意が湧いてしまいます。やれやれ、だらしのないお顔です。私をさらってくれた時はもっと凛々しいお顔でしたのに。何をしている？おい、そこの金冠頭、さっさと健介から離れい。ごめんなさい。私ったらなんてはしたないことを。ほほう、我の体重が重いとでも言いたいようだな。今のはお頭が悪いですよ。そうですよ、女の子に体重って言葉は献金です。命ですよ。うん。カズハ、我の夫を紹介しよう。夫か。その説は世話になったな。改めて名乗ろう。我が名は義輝、足利幕府13代将軍である。よい、
堅苦しいのは好かん。あれは我が妹だ。名は双葉という。今優に呼びに行かせておるから、おいおいここに来るであろう。その時に改めて紹介してやる。聞いていた。部屋に入ろうとしたら室内の雰囲気が変であったからな。外で様子を伺っていたのだ。話の腰を折れば二度手間になるではないか。エーリカとやら、まずは謝ろう。力なき将軍で誠にすまぬ。そんな頭を下げていただくようなことは何も。征夷大将軍として先頭に立って万位を駆逐するのが世の役目であるはずなのだ。だが世が無力なばかりに、この日の本は乱れ万位をのさばらせてしまっておる。誠に愛すまぬ。そんなことを。たとえ将軍様にお力がなかったとしても、日の本に武士がいる限りまだ希望を捨てることはないのですから。あのわけわからずの鬼がまさか海の向こうの南蛮で話題になっていようとはな。いえ、話題になっていたわけではないのです。しかしながらある日、我が師でもある司祭様が信託を受け、その信託とやらを信じ、貴様をこの日の本に派遣した。そういうことか。はい。誰が何のために鬼を操り、何をなそうというのか、それは全くわかりません。しかしながら鬼の跋扈を許せば、罪なき者が数多く望まぬ未来に涙することになるでしょう。司祭様は天主教を信ずる奉教人としてではなく、神を信じ人を愛する一人の人間として私をこの日の本に派遣したのです。鬼を操る者か。確かに尾張で鬼に殺されてしまう民も少なくはなかった。そう考えれば鬼を操り何事かをなそうとしている者がいるという話は納得できるが、都ではどうだ。都でも鬼の話を聞くことが増えているのは確かだな。被害といっても洛中に被害は少なく、ほとんどが洛外での被害ではあるが。だがそれが分かったとしても、今の我らには何もできんだろう。そうだ。だから鬼のことはひとまず置け。今は和葉と情報を交換するのが先決だ。まずは健介、名乗れ。ほう、来やすいのだな。野人ゆえか、それとも何か意図があってのことか。笑みを浮かべて言いながら、素直には打たれんとでも言いたげな雰囲気をまとう。不思議なやつだな、貴様。面白いやつだ。クオンやユウが食えないと評しているのもうなずける。だが世は気に入った。おい、和葉。心配するな。取る気はない。今はな。ほざけ。こやつと同じで貴様も面白いの。黙れ、水鏡人。和葉様、双葉様をお連れいたしました。入れ。ささ、双葉様、お入りくだされ。ありがとう、ユウ。失礼いたします。双葉、挨拶せい。
世の新しい友人たちである。ご友人ですか？そうだ。大丈夫。こやつらは信用できる。そうですか。私の名は足利義明。通称は双葉と申します。姉、和葉のご友人の皆様に謹んで御礼申し上げまする。皆様がご存知かは分かりませんが、我ら足利の姉妹は幕府の中で危うき立場におりまする。危うき立場ですか？うむ。我ら足利を廃し、畿内の覇権を握ろうとする三好、松永の党がおってな。最近では幕府内にも通じるものが出る始末。我ら姉妹が心を許せるのは優を筆頭とした幾人かの幕臣のみなのです。だからこそ姉が友人であると認めた皆様に言葉を尽くしてもなおお伝えしきれないほどの感謝を私は今心の奥底より思うております。本当にありがとうございます。そんな、頭を上げてくださいませ。そうですよ。私もコロちゃんも元を正せば人にも数えられない身分なんです。公方様の御妹君に頭を下げていただくような、そんな偉そうな身分じゃないんですから。キヨとコロ、二人の言葉に私も同意いたしましょう。お顔を上げてくださいませ。お優しい言葉。双葉は幸せでございます。これからよろしくお願いいたします、圭介様。ですが、クオン様の旦那様なのでしょう？ならば、やはり礼は尽くさないと。お願いですか？お友達のようですね。はい、わかりましたわ、健介様。